世界のジャパンチャンネルへようこそ。近年、石油やガスなどのエネルギーが世界中で不足していると言われています。そんな中、ついに日本が超巨大なあるものの採掘に着手したことが話題になっていましたので、海外の反応と合わせてご紹介していきます。皆さんは日本が資源貧国だと言われていることはご存知でしょうか？現在の日本は資源を輸入に頼っており、エネルギー全体の自給率が 11.8%、国内天然ガスにおいては自給率が 2.2%、外国の政情不安によってはエネルギー産業に影響が出てしまうことも大いに考えられる状況なのです。ですが、実は日本の領海は世界で6番目に広く、プレートの沈み込み帯に位置する火山大国。つまり、海の資源にはものすごく恵まれているということになります。例えば、海底熱水鉱床や海底油田、ガス田、深海底に存在する鉱物資源のコバルトリッチクラスト、マンガン段階やいくつかのレアアースなど、日本の深海には実に豊富な資源が眠っているのです。そして注目されていたのは、山口県、島根県沖合の超巨大油ガス田の採掘について。2022年1月17日、島根、山口県沖油ガス田で新規開発が始まるというニュースが話題になっていました。内容は、山口県沖合約 150km、島根県北西沖約 130km に位置する巨大な海底油田において、3月から7月にかけ330億円の費用を投じて石油天然ガスの存在を確認する試掘を実施。陸上にも多数の油ガス田は存在しますが、6000メートル以上の超深海にある資源はこれまで発見さえできておらず、採掘技術が確立されていたのは原油くらいでした。ところが最近になり、海の資源採掘技術が進んだことで今回の開発につながりました。試掘された山口、島根県沖油ガス田は天然ガス埋蔵量が最大約 1.4 兆立方フィート確認されており、これは国内全体の採掘可能な埋蔵量の約 1.4 倍にあたります。あまり聞きなじみのない単位のフィートですが、1立方フィートは約28リットル。とてつもない量であることがわかりますね。そして事前調査では、国内天然ガス消費量の 1.2% にあたる年間467億立方フィートの生産量が見込まれています。今回のガス田の操業が軌道に乗れば、天然ガスの国内の自給率を現在の 2.2% から 3.4% へ押し上げるとされており、後の日本のエネルギー自給率の向上につながることが大いに期待されているようです。現在、日本で生産中の海洋ガス田は新潟県の岩船沖のみ。それも約30年前に開発されたもので、それ以降は新たな開発計画はありませんでした。ではなぜこのガス田に早急に着手しなかったのでしょうか。そこには理由がありました。実はこのガス田、かなり深い場所に存在しているんです。通常の海底ガス田は海底下約1000メートルから2000メートルほどの地層で採取していますが、今回のガス田の深さは海底下約3000メートルと言われており、通常のガス田と比べると相当深い場所にあることが分かりました。実は2012年、石油天然ガス金属鉱物資源機構は経済産業省から基礎物理探査山口沖 3D の物理探査データの取得を受託していました。そしてその結果を受けて、国際石油開発定石株式会社は経済産業省から受託した基礎止水を実施したのです。
この基礎止水とはつまりボーリング調査と呼ばれるもので、穴を掘って地盤の状況や地層境界の深度などを調べる際に用いられる地盤調査のことです。このボーリング調査は2014年から2016年にかけて実施されましたが、当初の計画だった3000メートルまで掘り進めることができず、2900メートルまでしか調査ができませんでした。地中では100メートル深くなるごとに温度は約3度上昇し、圧力は約10気圧増えます。地下3000メートルともなると温度は約90度、圧力は300気圧にも。その上、実際には海底を掘るため圧力はさらに増します。3000メートルというのは非常に難しい深度だったのです。そんな中でも今回使用された地球深部探査船地球は海底3000メートルの掘削に成功した実績があるため、実現に期待が寄せられていました。そしてこの採掘は海外でも期待され、多くの反応がありましたのでご紹介していきます。海外の反応。日本の山口県に天然ガスなんかあったのかよ。以前から日本海側はメタンハイドレートの宝庫と言われていたよね。高いかもしれないけど、やっぱり自国で掘るしかないよね。もし外から入ってこなくなったら、その時は足元見られてぼったくられるかもしれないし。今回の採掘がなんとか資源としての価値を見出せる結果になればいいですね。資源の自主開発はいいことです。安全や環境に配慮しつつどんどんやってください。日本は資源の少ない国家だと長年言われてきたけど、探すと結構地下資源が眠っているんだね。発掘場所が場所なだけに、他国に資源を横取りされないような対策も同時進行で進めていってほしい。位置的に韓国が文句言ってきそうな場所だよね。いいことだと思うけど、日本は何にでも慎重すぎて生産までに時間がかかりすぎだと思う。九州の西の海も開発してほしい。埋蔵量はアラブに匹敵するって噂だよね。資源があるということと、他国から買うよりも安いかどうかは別だからな。高くなってもいいから自給率向上がいいと判断したんだと思う。海外から買った方が安いという考えが資源開発のハードルを高くしてきた。このハードルを下げない限り海洋資源の開発も成功しないだろう。解決の望みは新しい資源の採掘方法の開発に尽きると思う。安全性や経済性から外国から買った方が良かったけど、今はそうも言っていられなくなったからね。それこそ収支合わなくても国策で開発して生産まで面倒見る案件だと思います。あとは試掘でうまく探査できれば生産開始が早められるかもしれませんね。30年前と比べて技術的進歩は確実に進んでいるからな。まあ期待していきましょう。以上が海外からのコメントでした。海外からもこのガス田への期待の高さが伺えましたね。ところが残念なことに、こちらの湯ガス田、2022年9月に試掘調査を終了し、十分な資源量が確認できず、事業性がないと判断されました。今後は試掘で収集したデータの分析を進め、2023年度以降に同じ海域の別の場所で追加の調査を検討するとのことです。今回は残念な結果となってしまいましたが、日本を変えるかもしれないこのニュースには今後も注目したいですね。
ところで、どのように油田やガス田って見つけてるの？なんて疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでエネルギーがどのように発見され、私たちの元へ届いているのかをご説明します。まずはどのように見つけているのかということですが、天然ガスは地下深くの硬い岩石の中に潜んでいます。それも岩の中の大きな洞窟に溜まっているのではなく、1ミリにも満たない小さな石の粒の隙間に入っているのです。天然ガスが入っている岩石は、その昔海や湖の底で泥が重なってたまり、それが固まったもの。天然ガスは特別な場所にだけたまることが分かっており、岩石の隙間の中を上へと動く性質があります。このガスの流れをせき止める緻密な岩の層が、逆さにしたお鍋のような形をしている場所にたまりやすくなっています。ですから天然ガスを探すには、どんな岩石が地下にあるか、その岩石の層は地下でどんな形をしているかを調べることが大切なのです。そこでまず最初に調べるのは、地下ではなく山や谷、平野や海の地下深くに眠っている岩石の層は、数キロメートルから数十キロメートルにわたって広がっており、その一部が地表に顔を出し、大きな崖を作っていることがあります。その崖のさまざまな性質を調べることで、地下深くのことまでわかるのです。またこの他にも、人工衛星を使って岩石を調べることも。人工衛星に載せた特別なカメラで地表の写真を撮り、コンピューターを使って岩石の性質を判断します。さらに岩石の硬さや密度など、いろいろな物理学的な性質を利用して、地下深くで岩石の層がどんな形をして広がっているのかを調べることもできます。例えば人工的に地表から地下に小さな振動を送ると、この振動は地下深くの岩石にぶつかって再び地表に戻ってきます。この振動を大型のコンピューターで計算すると、地下数千メートルの岩石の層の形がレントゲン写真のように見えるのです。これらの方法で手に入れたデータをもとに、天然ガスがありそうな場所を探し、井戸を掘る作業に入ります。どの場所にどれくらいの深さの井戸を掘ればいいか計画を立てるのですが、実際は誰も見ることも触ることもできない地下数千メートルのことです。最新の科学技術を使っても、天然ガスのありかをピタリと当てるのはとても難しいこと。10本の井戸を用意していても9本続けて天然ガスを見つけられず、10本目でようやく大きなガス田を発見したこともあるそうです。こうして見つけた天然ガスですが、そのままでは使い物になりません。水や炭酸ガス、砂などが混ざっていると、設備が故障する原因になったり、消費カロリーが変動するため、余分なものをきれいに取り除いて良質な製品に変える必要があります。井戸から取り出された天然ガスは、まず水分や砂を分離。その後、化学溶剤を用いて二酸化炭素が取り除かれ、最後にわずかに含まれる水蒸気や油分が除去され、製品としてパイプラインへ。そしてそのパイプラインを通って町の都市ガスの供給センターへ送られた後、私たちの家へ届けられ、料理やお風呂などに使われるのです。普段何気なく使っているガスですが、とてつもない長旅を経て私たちの元へ届いているのですね。生活を豊かにしてくれているエネルギー資源ですが、限りがあるのも事実です。これからも大切に上手に使っていくことが求められますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。